協会認定講師の増見智弘です。今日はよろしくお願いいたします。今日はですね、こちらの五葉松を使って、製糸と言いましてですね、針金で、形を整えていくという作業をしていきたいと思います。こちらの五葉松ですけれども、樹齢的には約12、13年経ってると思われます。かなりね、枝も充実してはきてるんですけど、同時にちょっとこう輪郭的にも暴れているといいますかね、ちょっとこうなってきた、暴れてきたような状態ですので、こちらを今日は針金を使って、製糸ちょっとねかっこよくまとめていきたいと思います。こういう松なんかで、はですね、だいたいこう針金をかけて、約1年ぐらいしておかないと形がつきにくいので、こちらの今使ってます銅線をですね、使用して、しつけていきます。で銅線の特徴としては、一度こう形をつけると元に戻りにくいというか、動きにくいという特性がありますので、長くかけておくような場合は銅線が適してます。であといわゆる落葉樹系なんかは比較的早く形がつきやすいので、もう少し扱いやすいアルミ線を使って、枝を製糸することが多いです。あくまで、巻きつけるというよりは枝に沿わせるイメージでかけていってもらうのがポイントかな。あまり巻きつけるというか縛りつけすぎると、まだきちっと針金が効かない前に食い込んでしまったりして跡が残って見苦しくなったりしますので、
だいたいできたかな。だいぶガラッと最初のパラパラした感じから引き締まった感じになったかなと思うんですけど、こういう形で、静止のをしてみました。ポイントとしてはですね、こう何個かの、枝の棚のグループ分けというかね、こういう形でこううまく、何箇所かまとめてあげる。であとは全体的にこの木の、バランスというかね、流れというかいうのを意識しながら、この木の場合だとこう左にこう下にこう流れていくようなイメージで仕上げているんですけど、だいたい盆栽の場合は、頂点頭になる部分っていうのを、だいたい作るんですけどね、この木の頂点はもうここの尖ったところで、こういう不等辺三角形みたいな形で、仕上げてみました。これであとはね、今素焼きのこういう仕立て鉢なので、もう少し小さなサイズの、鉢、化粧鉢にね、入れ替えてあげるとさらに良くなるんじゃないかなと思います。
はい、では、せっかく針金の方を、こうやって活気で静止したので、こういう素焼き鉢からこちらの化粧鉢に変えていきたいと思います。五葉松もですね、秋に植え替えができる、代表的な樹種になります。よいしょ。入れるかな。五葉松はですね、あまり根は切りすぎない方がいいので、本当にちょっと長めの。長めの軽いで、こちらの方に植えていくんですけど、まず穴の方を、網で伏せていきます。よいしょ。で盆栽を鉢につけるときには必ず固定する、こういう針金を使って固定するんですけど、こういうのをあらかじめセットしておきます。それで、土なんですけども、基本的に底の方にちょっと粗めのゴロ土と呼ばれるちょっと粗い土をまず引いてもらって、で細かい土で植えていきます。ちょっとなじませるのにちょっと軽く植え土を出して、よいしょ。根をしっかり鉢の中に、収めてあげます。で、収めながらですね、この場合この鉢のちょうど水抜けのこの切れ目ぐらいを正面に合わせてもらいながら、角度とですねポジションを見ながら位置を決めていきます。で決まりましたら、先ほどの針金を使って、こっち側でいった方がいいか。よいしょ。しっかり動かないようにですね。固定をして、はい、よいしょ。これでも動きません。で、あとこの根の隙間、土のね、鉢と根の間とかですね、空いてる部分にしっかり土をすき込んでいきます。よいしょ。すき込む際にこういう
竹串、竹の棒のちょっと先を軽く尖らしたようなものを使って、根の隙間、鉢と根の隙間にですね、軽く土が入っていくやすいようにすき込んでいきます。こうガン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 つつくんではなくて、間にこういうふうに土が入っていきやすいようにすき込む。あまりつつきすぎるとですね、土がせっかくの粒子が潰れてみじんになっちゃいますし、あと根も傷めてしまいますので、ガンガンつつくというよりは隙間に土が入っていくようにすいてあげる。で、軽くこう親指の腹でこう軽くこう押さえていくと、柔らかいところとかグッと入っていくところとは隙間がまだ空いているっていうことなので、そこを丁寧に、もう少しその隙間のところにしっかり土が入るように土を足していきます。指で押さえた時にも沈まないようになれば、ほぼ隙間がもうないというところで、この辺までこれで大体いけましたね。よいしょ。あとは平らになるように土を追加して、一応これで完成というふうになります。あとは今植えたてのまだ乾いた土に入れたので、すぐにこの後水につけてもらって、何回か溜めた水の中につけて、また細かいみじんっていうんですけど、細かい泥をですね、しっかり抜いてあげないと後で詰まったりしますので、何回か水をあげて出してっていうのをしてください。